こんにちは、東京ベジライフです。今日は夜ご飯を作りながら野菜だけで栄養満点、バランスの取れた美味しい食事を作る献立作りのコツや常備しておくと便利な食材などをシェアしていきます。菜食献立作りの基本となるのは一汁三菜。一汁三菜はお汁物一品とお料理三品で構成される日本の昔ながらの献立。和食に限らず洋食や中華、エスニック料理など幅広い献立作りに使えるため、作りたいお料理が一品あるけれど他に何を準備すればいいかわからないという時なども強い味方です。まずはご飯の準備から。ローカット玄米はお米の表面にある膜、ローのみを取り除いたもので、玄米の栄養素はそのままに研がずに白米と同じように炊けます。味や食感もふっくらしていて、玄米は苦手という方にもおすすめですよ。一汁のお汁物、スープは和食であれば温かい具沢山のお味噌汁で十分ですが、今日はいつものお味噌汁にアレンジを加える方法をご紹介します。菜食のお味噌汁は昆布だしというイメージがありますが、実はお野菜だけでも十分美味しいお出汁が出ます。また、よくお出汁に使う乾燥昆布や椎茸の他に、切り干し大根、わかめ、かんぴょうなどの乾物は旨味エキスたっぷりで、乾物を具にすると忙しい時にもパッと作れ、それだけで美味しいお味噌汁になりますよ。今日のお味噌汁の主役はカリフラワー。生のカシューナッツとお水を入れ、弱火で柔らかくなるまで煮込んでいきます。ナッツ類はスナックでは食べるけれど、お料理にどう使えばいいのかわからないという方も多いと思います。生のカシューナッツは常備しておくと、今日のようにスープに入れたり、炒め物、サラダに入れると驚くほど食べ応えをアップしてくれ、水切りした豆腐とフードプロセッサーにかければクリーミーなソースにもなります。お野菜が柔らかく煮えたら豆乳を足すか、お水を足して豆乳の粉を加え混ぜ合わせます。豆乳の粉は最近発見したのですが、お水に溶かすだけで豆乳になり、スープにコクを加えたい時や生地を作るのに少量の豆乳が必要な時などとても重宝します。最後にお湯で戻した乾燥こんにゃくを加え、お味噌で味付けします。乾燥こんにゃくは食物繊維たっぷりで、煮物に加えたりスープに入れて麺のようにしたり、低カロリーなのに満腹感がアップするので、我が家では欠かせない常備食材です。お味噌汁のアレンジとしては、豆乳の他に唐辛子の粉を加えてチゲ風にしたり、酒粕でコクをアップしたり、練りごまを加えて濃厚にするのもおすすめです。山菜の一品目は主菜となるもの。菜食と難しく考えずに、普段お肉や魚介類で作るお料理を菜食の食材で作るだけで OK。特に大豆製品は身近な豆腐、厚揚げ、油揚げをはじめとして高野豆腐、ソイミートなど幅広い食感、味が楽しめ、良質なタンパク質を摂ることができます。今日は半生のそぼろ状のソイミートを使ってナスとシシトウの肉味噌風炒めを作ります。タンパク質としては大豆以外のお豆でも缶詰のお豆や茹でて冷凍したお豆を常備しておいて、炒め物や煮物に使うのもいいと思います。ししとうはたくさん収穫して生のまま冷凍しておいたものを少し常温で置いて使います。お野菜は実はじゃがいもなど一部のものを除いてほとんどが生のまま冷凍できますので、冷凍野菜も常備しておくとちょっと具を足したい時などに助かります。フライパンに適当な大きさに切ったナス、ヘタを切り取ったししとう、みじん切りにした生姜を入れたら少量の米油と塩を加えてよく混ぜ合わせます。蓋をして火をつけ、弱火で蒸し焼きにしていきます。合わせ調味料はシンプルにお味噌と同量の醤油麹を合わせるだけ。途中で一度かき混ぜ、全体的にお野菜に火が通ったらそぼろ状のソイミートを加えて火を中火に強め炒め合わせます。合わせ調味料で味付けをすれば完成。ご飯が進む一品ですよ。
山菜の2品目は生のお野菜、サラダを。今日は発酵食品のキムチをベースにした韓国風サラダを作ります。毎日のサラダ作りに冷蔵庫に常備しておくことを断然おすすめしたいのがアボカド。アボカドはビタミン・ミネラルが豊富なだけではなく、和洋中エスニック、どんな味付けにも合い、クリーミーで満足感の高いサラダになります。一口大に切ったアボカドにキムチ、水で戻した乾燥わかめを加え、香り付けにお醤油とごま油を少しだけ垂らします。今日はキムチをベースとしましたが、ザワークラウトやラッキョウの酢漬けやピクルスなど発酵食品を味付けのベースにすると、普段のサラダがより味わい深くなるだけではなく、腸内環境を整える効果も期待できますね。葉物はレタスやベビーリーフというイメージのサラダも、少し食材を変えると新鮮なお料理に。今日は立派な葉がついたセロリが手に入ったので、セロリの葉と合わせます。キムチのニンニクの香りと濃厚なアボカドがセロリ特有の香りを和らげ、食べやすくしてくれます。サラダはお豆や穀物を足してビッグサラダにすれば主菜にもなり、味付け一つでどの国のお料理にも変身しますので、ぜひいろいろなレシピを試してレパートリーを増やしてください。山菜の3品目、小鉢はちょっとした和え物や蒸し物、炒め物、煮物がぴったり。ここでこれが加わるとより栄養のバランスが良くなるという食材を足していきましょう。私は1日の中で豆類、ナッツ、チーズ、キノコ、海藻、発酵食品をなるべく食べるようにしていて、一汁2品の中で入っていないものがあれば3品目の小鉢にします。今日の献立ではサラダにごま油を使っていますが、丸のままのチーズ、種は使っていないのと、キノコを使っていないので、それらを使いごま和えを作っていきます。キノコと合わせるのは菜食に欠かせない鉄分が豊富なほうれん草。他にもごま和えは冷蔵庫に余っている野菜をさっと蒸して簡単に作れるので、とてもおすすめです。ほうれん草は茹でると栄養が逃げ出してしまうため、キノコと一緒に蒸し器または電子レンジで蒸します。ほうれん草は冷水につけ、水気をよく絞って一口大に切ります。ごま和えのタレに使う練りごまはサラダのごまドレッシングにしたり、お味噌、醤油と合わせて炒め物の味付けに使ったり、スープに入れて濃厚にしたりと万能ですので、常備しておくと味付けに困った時に救世主になってくれます。練りごまと同量の醤油麹を合わせ、すりごまを加えて混ぜ合わせます。あとはお野菜をごまだれで和えるだけ。今日はチーズとキノコを足すごま和えになりましたが、例えば海藻が他のお料理に入っていなければ蒸し野菜の塩昆布和えにしたり、発酵食品がなければ納豆とオクラの梅和えにするなど、足りないものとその時に冷蔵庫にあるお野菜や常備している食材を合わせることを考えると、最後の一品が思いつきやすくなりますよ。いかがだったでしょうか。今日は一汁三菜をベースに菜食の献立作りのコツや常備しておくと便利な食材をシェアしました。具沢山の温かいお汁物一品に、タンパク質たっぷりの主菜、生のお野菜のお料理、栄養のバランスを調整する小鉢を揃えれば、自然とビタミン、ミネラル、栄養満点の菜食献立になります。ぜひお試しください。それでは、See you next time!